はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は前回の宣言通りマニホールドやっていこうと思います。インマニですね、やっていくんですが、インマニは鋳造でいきます。なんか鋳造の方がかっこいいので鋳造やりたいですね。なので 3D プリンターで型作りました。中子は別にありますが、今ちょっと外型だけですね。3D プリンターで作ったんですが、やっぱりしましまが気になるのでパテで埋めてきれいにしちゃいますね。微妙にまだいけるか。とにかくできるだけきれいにしとかないとダメですね。この点やっぱ光造形でやると綺麗にはいくんですよね。積層根が少ない、圧倒的に目立たないのは光造形の方が全然目立たないので、今後どうなるんでしょうね。 3D プリンター業界って光造形主流になっていくのか FDM 主流になっていくのか、どちらも一長一短ではありますが、お手軽さではやっぱ FDM の方がお手軽ですね、正直なところ。光造形は造形した後レジンの処理だのなんだのが結構手間がかかるので、 FDM の場合はその辺やっぱ楽ですね。よいしょ。はい、これでよしと。1回目のパテ終わりと。とりあえずパテ乾いたのできれいにしていきます。パテと削り終わりましたね。まだ多少凹凸ありますが、こんなもんでいいでしょう。はい、これで外側の型 OK ですね。次は中子ですね。よいしょ。はい、これが中子。マニホールド、インレットマニホールドなので中に空洞を作んなきゃなんないので、そのコアになる部分ですね。同じくパテを持ってきれいにしていきます。この溝の中をきれいにと。はい、内側はこんなもんでいいかな。正直中に入っちゃって見えない部分なのでほどほどで十分だと思います。これにサフ吹いて塗装します。では型がある程度きれいになったのでサフ吹いちゃいますね。でこれを内側だけと。さて、サフ塗ったので軽く研いでおきます。サフ軽く拭いたら最後にペイントしておきます。砂型用の原型ですね。とりあえずアウター外側の型ですね。でこれが中子になる部分です。今回は中子の部分にはこの針金を通しておきます。少しは強度がマシになるんじゃないかと期
待しますが、どうでしょうね。よいしょ。これを芯にすれば少しは強いかな。100g に計算ソーダ剤を小さじ2杯。1杯2杯。そしたら泡立て器でよく混ぜる。はい。そしたらもうささっと入れていくと。ジップロックに入れて、で CO2 をジップロックの中に満たしちゃいます。これでちょっと放置します。そしたら型外してみて、うまくいってれば2個目を作っていきます。さて、十分な時間が経ったので開けてみます。いやー、割れたか。やっぱこの辺の密度が低いな。十分に密度の上がったところはまだいいんですけどね。あと理系がうまくいかない。はい、先ほどは失敗しましたが、一度コア材なしでのパターンやってみます。どうもコアから割れる傾向がありそうなので、コアなしでやってうまくいってくれたらいいけどというとこですね。CO2 入れてだいぶ待ちました。一晩とりあえず置いてみました。やっぱ崩れたか。崩れていく。今まではこのようなメス型で計算ソーダ使って中子作ってたんですよね。砂型を一気に作るという手法でした。このように長いものっていうのはここで折れやすいんですよね。うまく型が作れないことが多いです。別の作り方も試してみます。それで今回作ったのはこういうオス型ですね。ここの抜けてる部分と同じ形状です。ここがあとは壁を作ってあります。これは型通るなる石膏型を作るための水で練るゴムですね。これを使って型を作ってみます。80g にしよう。そしたら混ぜると。いいや、なんか仕込んでみよう。よいしょ。これでうまく型取れるかな。ダメならもう一回だな。なんか一応固まったっぽいね。表面に水がすごい水に出てくるな。こういうもんなのかな。型から外しますが、この時にこの穴が役に立ちます。穴に空気をブシュッと。ほいっと。よし。
予定通りこんな感じで一応取れましたね、型が。でこのぼっちがお互い合うようになってます。こんな感じでここに石膏を入れればいいんじゃないかと。では石膏を入れてきます。まあ入れてみよう。まあこれで待ってみますね。これで石膏入ったので固まるの待ちます。さてそろそろ石膏乾いたと思うので輪ゴム外して型取ってみますね。結構いい感じかな。ちょっと気泡が多かったりしますが、とりあえず形にはなりましたね。もう一個作ります。よし、まあとりあえずこれで OK と。中子ができたので、いよいよ砂型作って鋳造準備進めていきます。で自転サラサラの砂をよし、でけると。よし、中子石膏型ですが、このままだと結構ワセリンついてたり水分がまだ結構多いのでオーブン入れて焼いちゃいますね。耐熱石膏なので問題ないと思います。30分ほどオーブンにかけて乾燥させたので中子をセットして砂型を完成させます。でセットと。1回目の鋳造いきます。よいしょ、せーの。はい、鋳造成功と言いたいとこですが、はい、失敗です。こっちが上でしたので、多分石膏型から出た空気、水蒸気ですねが上にギュッと地金を押し上げて穴開けてったんでしょうね。やっぱ
空気の抜けが悪いというのが石膏の中子の最大の問題点かもしれないですね。乾燥が不十分だったかもしれませんね。徹底的に乾燥させてダメだったら、この中子、石膏の中子の方法はちょっと難しいということですね。中子をセットして、さて、中子を徹底的に乾燥させたバージョンでもう一回やってみます。これでダメなら石膏の中子というのは難しいということですね。ここら辺、結局入らなかったですね。はい、結局3回鋳造やりました。2回でもう諦めたつもりでしたが、やっぱ諦めきれなかったので、あと1回だけと思ってやりました。これが1回目、もうグズグズですね。これ修正するのはきついです。2回目、やっぱ穴は開いてますが、まだマシです。3回目、2回目よりもマシかな。なので一応3回目を残すという方向でいこうと思います。使えなそうなのがこのぐらいの角度で、こんな感じで、この辺ですね。こんな感じで一旦切除してしまって、こっちから移植という感じですね。この辺を移植する。そうすれば、それで溶接してしまえばいいんじゃないかと。もうそれしかない。まずは、じゃあ、ここの切除からいきますか。このぐらい残す感じでバッサリ落とすしかないね。必要分切れました。はい、使うのはこちらですね。これから先ほど削った分に合わせて成形していきます。はい、今ざっと切っただけなので全くはまらないですね。このはまらない状態のものをとにかく削って合わせていきます。だいたい揃ったかな。これで段差ももうほとんどないね。よし、はい、これで OK ですね。はい、データできました。あとは溶接で持っちゃえば OK ですね。よし。溶接跡もすごい綺麗というわけではないですが、だいぶ慣れてきましたね。
あとは溶接のぬくもり跡を削ってきれいにしていきます。よいしょ、そしたらどうすっかな、どっからやっていくか。鋳造品はいつも困るんだよな、これが。まずここの平らを作るんですが、エンジンがほんのちょっと傾斜してるから、どうすっか。このぐらいだと気にしなくていいかな。よし、これでこの平らな面できたので、とりあえずテーブルにセットできますね、これで。まずどっか一箇所平らを作らないとテーブルにセットすることができないので、まず軽く引いてきました。まだここ傾斜つけるかもしれないので、全部は引かないでおきます。よっと。そしたらまずは平らですね。エンジン本体への取り付け用の穴開けていきます。は終わり。はい、中央穴開きました。今当てがった感じでは特に問題なさそうですね。ただ結構ここギリギリですね。タイトすぎるんですが、この辺はしゃあないな。キャブレター取り付け用のネジ穴も開けていきます。キャブの取り付け穴できましたね。多少いびつだったりなんだりするので、後でこの辺は修正します。よし、いい感じかな。こんな感じでくっつくと。ちょうど中心に来てるね。穴自体は。エンジンへの取り付けナットがつかないので、少し削ってなんとかスペースを確保していきます。はい、なんとかもう無理くりですが、取り付けができると思います。これでこういうところもゴリゴリ削ってなんとかナット入るようにはしたんですが、もうそれでも組みにくい。やたら組みにくいですね。正直これ作り直したいです。なんでしょう、一体構造にしたもんでね、あっちこっち干渉しちゃって大変です。これは
仮組みします。まあ仮組みって言っても部品としてはそんなに複雑なものではないんですよね。苦労した割に出来がいまいちなんですよね。というかもう一回作りたい。正直もうちょっと整備性を良くしたいですね。いくらなんでもちょっとこれ整備性悪すぎるんですよね、今のままだと。よし、こんなもんかな。なんとかなった。キャブ側はそんなに取り付け大変じゃないんですよね。で、一応こいつの蓋をして、よし、これでいい感じじゃないですか。正面からの見てくれも良くなりましたね。やっぱここ背が低くなったのでだいぶ雰囲気変わりました。そしてキャブがつくとエンジンって感じですね。結構いい感じでできましたね。次回はオイルライン、こちらのオイルラインと、各プラグのプラグキャップをやっていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。